ブースター見夏のブーちゃんは一味違う。というわけで今回持ってきたデッキがこちら。モフモフが溢れとる。ブースター EX の特性バーンアップは20ダメージ受けてトラッシュから炎エネルギーを1個自分につけるという効果だ。技炎の渦は3円に130ダメで炎エネルギーを2個トラッシュ。特性バーンアップのおかげで1個でも自分のトラッシュにエネルギーがあれば毎ターン炎の渦を打つことも可能だ。炎の渦連打マシーン。そしてこちらがノーマルブースター。技アシストヒーターは2円に40ダメで炎エネルギーをベンチポケモンに1個つけるという効果だ。このノーマルブースターが結構偉くてブースター EX のエネルギー補助に最適なんだ。自分の最高のアシスタントは自分だったということか。深いな。深いかな。でノーマルブースターは EX ポケモンじゃないので1ポイントだよね。だったら112で戦いたいではないか。そこでデッキの隠し味としてズガドーンを採用した。ズガドーン。ズガドーンの技は3円に130ダメで自分も70ダメージ食らう。ヒットポイント100で自傷ダメ70って長生きする気が全くない。このズガドーンはウルトラビーストなのでレザミーネでエネ加速が可能だ。レザミーネは自分のトラッシュからエネルギーをランダムに2個そのポケモンにつける。ノーマルブースターの技エネルギーが2個なのでこれが非常に相性が良い。ノーマルブースターがやられた後ズガドーンにルザミーネでエネ2個つけられるってことか。そういうこと。こいつらが実戦でどんな化学反応を起こすのかぜひ見ていってほしい。それではポケポケ対戦行ってみよう。後でブースターミニブースターが遊びに来るよ。夏の暑い日にブーちゃんか。夏に食べるおでんも美味しいって言うじゃん。そうだっけ。あらかわいい。スイーツリレーデッキだな。マホミルもマホイップもかわいいよね。うまそうだよな。まあちょっと気になったんだけどさ。なんか今日のブラッキーいつもより細かく動いてない？ほら今尻尾と耳がピコって動いた。そこに気づくとはさすがエフィー。いや誰でも気づくよね。実はアスカがライブ 2D を導入したらしいんだよ。ライブ 2D ってあの VTuber の人たちが使ってるやつ？そうじゃあブラッキーは VTuber になったってこと？そうなるのかな。使い始めたばかりなんでまだ大したことはできないらしいんだけどな。みんなの動きを少しずつ増やしたいって言ってたぞ。ってことはさ、今後 EV もニャオハも他の子供たちもいろんな動きをするようになるってこと？そういうことだな。それは楽しみだな。 EV ヒットポイント50でも倒されないとは思うんだがもう大きなマントつけちゃうわ。手札をできるだけ3枚以下にしてレッドカードやマーズを防ぎたいんだよな。でベンチの EV をブーちゃん EX に進化させよう。まだエネルギーついてないし、できれば先にノーマルブースターを戦わせたいよね。 EV の持ってくるも実は強いしな。カードゲームにおいてデッキ圧縮は正義だな。ほらなナイス EV。 だからニンフィア EX って強いんだよな。当初の予想通り猛威を振るってるよね。大暴れよ。本物のニンフィアそっくりだ。今の一言ニンフィアに報告しておこうかな。イーフィーさん今日も美しいですね。さあノーマルブーちゃん降臨だ。このノーマルブーちゃんが偉いのよ。エネをブーちゃん EX にせっせと運ぶ姿がけなげでな。ブーちゃんにもいろんなブーちゃんがいるのだ。ここは EV のバックで倒せるな。いろんな個性のブーちゃんがいっぱいいるところに行ってその生活を観察してみたいな。かわいいだろうな。俺はいいや、暑そうだし。あんたそればっかりやな。ブーちゃん EX はエネが1個ついてれば特性バーンアップとエネルギーゾーンからのエネで毎ターン攻撃できる。ただ気をつけたいのはトラッシュにエネが1個は行ってないといけないんだよな。ノーマルブースターが倒れてからブースター EX が出ていけばいいってこと？それもある。でも一応他の手もある。他の手？この後やることになるかもしれないな。なんじゃも。おっと EV のバッグがなくなったのは痛いな。対バイバニラ用に欲しかった。そうか EV のバッグと合わせればブースター EX って140ダメ出せるんだね。 EV のバッグ2枚使えば150ダメ出るし相手が EX ポケモンならレッドと合わせれば170ダメ出るな。そう考えるとブースター EX 火力あるな。進化なしならさっき言ってたもう一つの手でいこう。
ズガドーン。言いたくなる名前、ズガドーン。では交代。これでトラッシュからエネを持ってこれる。ああ、そうか。逃げる時にエネを2個消費したからか。逃げるだけでもエネがトラッシュに行くこと、たまに忘れそうになるんだよな。今回のブースター EX の技ってさ、炎の渦じゃん。そうだな。フレアドライブっていつ来るんだろうね。ブーちゃんのフレアドライブ見たいよな。もし来るなら220ダメぐらいにしてほしい。誰もわからん。で、自分も220ダメ食らう。メガンテかな。よし、勝ったな。ズガドーン。出番なかったね。まあ次の対戦だな。お相手こさん。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。ブースターとミニブースターが来たぞー。やったー。まさか夏に呼ばれることがあるとは。ブースター、今回の拡張で大活躍してるよ。らしいね。相方はこのズガドーンだ。お前好きだろ？ズガドーン。いや別に、なんでそう思った？だって似てるじゃん。炎タイプのとことか。共通点それだけじゃん。EV いっぱい来た。ノーマルブースターもあるし、いい感じだね。ブラッキーの耳、動いてるね。尻尾も動いてる。なんだね。ぬるっと動いた。いいリアクションするね、君たち。これがライブ 2D とやらの力なのか。みんなもちょっとずつ動くようになるらしいぞ。いつかミニブイズがダンスできるようにもなるらしい。それは絶対見たい。楽しみだね。さて、相手はシン・ヤビーだな。ひょっとしてノーマルガオガエンの可能性あるかな。コインで最大200ダメという、ある意味ガオガエン EX よりガオガエンなマッチョ。相方はバクガメスか。マッチョな組み合わせだな。と、マッチョな方がおっしゃっております。いやいや、俺をこいつらと一緒にするなよ。俺はスマートなポケモンだから。特性根性で火炎玉持ってフレアドライブで自称ダメ食らいながら突っ込むやつのどこがスマートなのかね。火力で一気に倒す。結局これが一番効率的でスマートなんだよ。脳筋の典型的思考。マーズも打ったろ。相手の手札4枚だし、序盤で1枚減らせるの結構でかいんだよな。あとサポートって1ターンに1枚しか使えないから、後で他のサポートと被ってマーズが使えないってこともあるからな。マーズは打てる時に打っておきたい派のブラッキー。人影、リザード EX だね。そうなるとなおさら EV のバッグはブーちゃん EX に取っておきたいな。特性バーンアップを使うとヒットポイントが20減る。その後に EV のバッグで20回復してヒットポイント170にしておきたいんだよな。そうすればリザード EX の爆熱砲を一発耐えるもんね。レッドを使われなければな。そっか、だからブースター EX に大きなマントをつけてあるんだね。ヒットポイント150と170では大違いだからな。ブースター EX に大きなマントをつけるのはわかるんだけどさ、なんで今ノーマルブースターにもつけたの？今回の拡張パックでニャヒートも出たじゃん。新しいカード出たね。それのダメージが70だと勘違いした。勘違いかい。実際は50か。でも進化先のダメージ忘れちゃうのポケポケあるあるだよね。ちょいちょい忘れるんだよな。ノーマルガオガエンに粉々にされたブーちゃん、嫌な言い方をするな。確率 25% とはいえ200ダメ出るのはロマンあるな。コインでロマンを追い求めるデッキもそれはそれで面白いよね。ズガドーン。意外と人気があるズガドーン。今回はこいつの活躍が必要かもしれないからな。できればルザミーネ引きたいな。次のターンに爆熱砲を食らうことはないので、まだ EV のバッグは使わなくていいな。炎の渦。意外とノリのいいブーちゃんなのであった。僕もブースターが技叫んでくれるとは思わなかった。ブースターナイスー。おう。夏目。ここは EV 出して次のターン EV にエネつけて持ってくるかな。1ターン稼がれちゃったね。あ、レザミーネ来たじゃんか。いいところへ来たね。
といってもズガドーンが輝くのは次のターンだな。まだこのターンは攻撃できないからね。やっぱり予定通り EV の持ってくるで終わろうか。ブースター EX のもう一つの星2カード、まだ手に入ってないんだよね。あれめちゃくちゃかっこいいよね。ニンフィア EX もかっこいいし、星にカードの力の入り方すごいよな。カキ、お相手も粘るな。だがこっちにはすでにズガドーンがいるからな。ズガドーンってそんなに強いのか？こんな見た目だが結構いい仕事をするぞ。レザミーネとトラッシュのエネ2個があれば、そのターンにいきなり130ダメ出すことができる。モンスターボールも使っておいて、ズガドーン！ビートパンクね。爆ガミスをワンパン。いい火力だ。 EX ポケモンじゃないからやられても1ポイントで済む。種ポケモンだから進化先のカードも不思議な飴も必要ない。ゼガドーンとルザミーネの2枚だけでちゃんと仕事ができるんだよ。なんかそう聞いたら侮れない気がしてきた。まあ初手に来ると邪魔なんだけどな。ひどい。まあそうだけども。よーし勝ったな。ダックガミスを大きなマントでヒットポイント140にしたけど、こっちには EV のバッグがあるからね。あ、アラームが鳴っちゃった。失礼。途中でアラームが鳴るゲーム実況動画ってあんまり見たことないな。ブースターってかなり体温上げることもできるんでしょ？まあやろうと思えばね。暑くて辛いってならないの？特にならないよ。フグも自分の毒で死なないじゃん。あれと一緒だよ。なんか例えが悪い。あ、炎の渦。勝ったー。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。では3戦目、ズガドーンしよズガドーンしよう。ズガドーンとは一体？相手は電気タイプか。サンダースに2ターン目でいきなり60ダメ出されることがあるんだよな。う。ノーマル EV はワンパンされちゃうね。ここは EVEX をバトル場に置くか。ゼラオラも榊込みで2ターン目に60ダメ出すことがあるけど、榊が入ってないデッキも多い。でもサンダースは単独で60ダメ出すからより注意しないとな。ってお前かよ。まあしゃあないな。存在するだけでこっちの性質を歪ませるなんて、さすがサンダース。サンダースのファンは嬉しそうである。増える踊り鳥、ちゃんと2体来るか。いつの時代も厄介な鳥だ。だがこのデッキはこいつ相手にもちゃんと戦えるぞ。ゼガドーン。そう。おお、呼ばれたら来た。1体はノーマルブーちゃんで倒し、もう1体はズガドーンで持っていく。これなら勝ち目は十分ある。ノーマルブースターも来た。よし、手札は結構いいな。イービー、噛みついたれ。噛みつけ。歯がかけそう。憎たらしい鳥だ。踊り鳥自体は可愛いんだけど、特性が強すぎるんだよな。後で磁場コイルも来るだろうから、ブースター EX の力も必要なんだよな。まさに総力戦だね。さあ頼むぜ、ノーマル V ちゃん。ノーマルブースター VS 踊り鳥のゴングが今鳴りました。アシストヒーター。ナイスパンチ。次の俺たちのターンで倒せると楽でいいんだがな。回復されたくっ。ヒットポイント60だと EV のバッグを使っても届かないか。磁場コイルの準備も整っていくね。かなり際どい勝負になりそうな予感。ブーちゃん EX と EV のバッグ。来た。よしよし、まあいいだろう。これで磁場コイルはなんとかなりそうか。あとブーちゃん EX に大きなマントつけとこう。後で何発か鳥の攻撃を耐えなきゃいけなくなると思うんだよな。あと1枚の大きなマントどうするか。相手が磁場コイルに進化するならどうせやられるしな。後で2枚目のノーマルブーちゃんに必要になる気もするんだよな。絵にはまだブーちゃん EX でいいか。できれば特性でヒットポイントを減らしたくないからな。考えることが多い。今回ズガドーンはルザミーネが来なくても働いてもらわないといけない。エネをつけていく必要があるな。
これだけ考えなくちゃいけないってことは、やっぱり踊り鳥って厄介なんだな。対戦が複雑になるよね。でもそれが面白くもあるんだよな。お相手も悩んでるな。味方も悩ませてしまう踊り鳥。やっぱり EV のバッグか大きなマントでヒットポイント80にして磁場コイルへの進化を強制すべきだったかな。後で2枚目のコイルから磁場コイルになられるリスクは増えたよね。その代わりこっちも EV のバッグと大きなマントは温存できたよね。この判断が吉と出るか凶と出るか。さあ出番だ。ブーちゃん EX 一撃で吹き飛ばしてやろう。2枚目のブーちゃん EX が来たが、これはスルーだな。踊り鳥にとってブーちゃん EX はただのサンドバッグだ。屈辱だ。2枚目のノーマルブースターに進化した方がいいだろうね。エレキコードも地味に嫌だね。これで2枚目の踊り鳥の準備も速やかに整うからな。まあ次のコイルが出てこないなら別にそれでもいいんだけど。ボツボツメット。この20ダメージ増えるのが嫌だよね。後々効いてきそうで。全てのダメージが怖いな。レザミーネ来い。来ないか。やっぱりズガドーンに自分でエネを張る必要がありそうだね。ここはブーちゃん EX に壁になってもろて。本来壁になるのは得意じゃないんだが、ポケモン対戦なら壁役はブラッキーの方が得意だもんね。まだ磁場コイルには進化してこないな。来たノーマルブースター。これで役者は揃った。だけどまだエネがついてないか。このターンはズガドーンにつけないといけないしな。果たして間に合うのか。まずはバーンアップしてズガドーンに交代。でこのままだと次のターン相手に赤木使われたら終わってしまう。だから EV のバッグでブースター EX を回復するしかないな。ここで EV のバッグが生きる。効果2でいいんだよな。ミスが許されないプレッシャー。怖いよな、間違えそうで。行こうか。ジガドーン。あぶね残り10で耐えたの偉え。しまった。大きなマントブースターにつけておくべきだったな。お相手も相当悩んでるね。磁場コイルに進化されたら負けか。いや、磁場コイルで攻撃するにはまだエネルギーが足りない。こっちが勝つにはどうすれば。そっか、赤木先生がいた。デッキの残り枚数も少ない。赤木を引ける可能性は十分ある。ルザミーネ来そう。やめろ、フラグを立てるんじゃない。さあ決着の時は近い。きたー。だけどまだエネが足りないから次のターンは耐えなくちゃいけないね。大きなマントで磁場コイルの攻撃は1回耐える。ついに大きなマントが生きる。あとは次のターン赤木で勝つ。あ、まず使うの忘れた。ここに来てうっかりブラッキー。ここから負ける可能性ってあるのか。グズマ、不思議な飴で負けだね。お、ということは勝ったー。いや、まだまだ最後まで油断しないでよ。はいはい。赤木先生を鳥に投げつける。先生を投げつけるな。いっけーブースタアシストヒーター。エネつけてー。律儀。勝ったー。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いろいろあったけどなんとか勝ててよかった。難しい対戦だったね。というわけでズガドーン、ルザミーネを隠し味にしたブーちゃんデッキでした。なかなか楽しいからブーちゃんやズガドーンが好きな人はよかったら使ってみてね。ジガドーン。それでは今回はこの辺で。バイバーイ。